小、沐浴に関して何が掲示されているか。そしてアッター陛下のお言葉はこう記されている。信仰する者たちよ。サラート、礼拝を捧げる際には、顔と両手を肘まで洗い、頭を濡れた手で撫で、足を足首まで洗いなさい。スーラ、アルマイダ、第6節、アブドゥッラーはこう述べている。預言者ムハンマドは、沐浴の際に、上記の身体部位を一度洗うことは義務であると明言しました。そして預言者ムハンマドは、これらの部位を2度、3度洗う沐浴も行いました。しかし、3度以上洗うことは一度もありませんでした。そして宗教学者たちは、沐浴の際に預言者ムハンマド、彼に神の祝福と平安あれが定めた制限を超え、預言者ムハンマド、彼に神の祝福と平安あれの行為を超えることを嫌った。章の序文と沐浴の要約の説明。アルブハーリー・アッダーの慈悲あれは、法学の書と章に従って体系化されたサヒーフ、聖典を編纂しました。彼は特定のアプローチを採用しました。アッダーの慈悲あれ、彼はまず、啓示の始まりで始めました。これは、この民族と他の民族にもたらされた善は啓示によるものであるためです。次に、信仰の書で続きました。これは、信仰が宗教の基盤であり、信仰の土台であり、信仰によってのみ行為が正当化されるからです。そして、知識の書で締めくくりました。これは、知識が現行に優先し、知識なくして行為や現行はありえないからです。だからこそ、全能のアッターは、その聖なる書の中でこう述べておられるのです。アッター以外に神はいないことを知り、汝らの罪の許しを超え、ムハンマド章19節。彼は現行に先立って知識から始めました。著者、神の慈悲あれは、目次録の始まり、信仰、知識という書について言及した後、祈り、断食、ハッジといった崇拝行為、そして売買、投機といった取引、そして定められた罰と報復に関する神聖なハディースを収集しようとした。彼が祈りを最優先したのは、それが一神教に次いで最も義務的で、最も重大な義務であり、最も偉大な肉体的行為であり、そして人が墓に埋葬された際に最初に責任を問われる行為だからである。祈りには条件があり、その中で最も重要かつ根本的なのは、祈りの鍵となる沐浴である。したがって、彼は沐浴から始めた。沐浴なくして祈りは存在せず、正常なくして祈りは有効ではないからである。そして彼は、沐浴の書と述べた。ウドゥ・ダンマツキーは行為を指し、ウドゥ・ファタツキーは沐浴に用いる水を指します。これは最も一般的な解釈ですが、五感的に用いられる場合もあります。著者、神の慈悲がありますようには、この崇高な一節を引用しています。沐浴に関する一節は、全能の神のお言葉です。信仰する者たちよ、礼拝に立つ際は、顔と前腕を肘まで洗い、頭と足を足首まで拭きなさい。マイーダ章6節。全能の神は、信仰者を信仰の名で呼びました。なぜなら、信仰によって恩恵を受けるのは彼らであり、戒律と禁忌を受け入れるのは彼らだからです。全能なるアッターは、こう仰せになっています。礼拝に立つとき、学者たちは、その意味は、もしあなたが儀式上の不浄な状態で礼拝に立つなら、顔と手を肘まで洗いなさいである。全能なるアッターはこの崇高な説の中で、沐浴とは体の4つの部分、すなわち顔、手、頭、そして足を水で洗うことであると説かれています。これらは沐浴に必要な体の部位です。ニーヤは不可欠であり、だからこそ、アッターの慈悲がありますように、著者は本書の冒頭に次のようなハディースを記しました。行為は意図によってのみ行われ、人はそれぞれ意図したものだけを得る。したがって、沐浴には意図が先行する必要があり、その意図は礼拝行為に付随するか、先行しなければなりません。礼拝には意図が必要です。なぜなら、意図こそが礼拝行為と慣習、そして義務行為と自発行為を区別するからです。人が四肢を清めて体を冷やすつもりでいる場合、儀式上の不浄、ハドスは除去されず、意図しない限り、清め、ウドゥの状態にあるとはみなされません。清めを行う意図、儀式上の不浄を除去する意図、あるいは礼拝、クルアーンに触れること、カーバ神殿を巡回すること、タワーフ葬儀の祈り、あるいはそれらに類する行為のために清めを行う意図があるかもしれません。神の名、ビスミッラーに言及するハディースは数多くありますが、それらは説得力に欠けます。そのため、大多数の学者は、それは推奨されるものであり、義務ではないと考えています。ハンバル派は、二つの伝承のうちの一つにおいて、ハディースが互いに補強し、強化し合うため、覚えているのであれば義務であると考えています。忘れた場合は、ハディースは省略されます。清めの際に覚えているのであれば、神の名、ビスミッラーを唱えるべきです。身を清める際には、その前に神の名、ビスミラーを唱え、その後に信仰の証、他者不動を述べる以外、何も思い出す必要はありません。全能のアッターはこう仰せになっています。はじめ中信仰する者たちよ。
礼拝に立つ際は、顔と前腕を肘まで洗い、頭と足を足首まで笛終わり中括弧、マイーダ章6節。これは、イスティンジャー陰部の前面と背面を洗うことは清めの一部ではなく、むしろ不浄を取り除くことであると示唆しています。つまり、人は何かが出た時はいつでもその場所を清めており、それは清めとは何の関係もありません。一般の人々が清めをしたい時にその度に陰部を洗うというのだが、これは間違いである。例えば、午前中に排尿または排便をし、その後その場所を清め、その後正午の礼拝の時間となり礼拝したい場合、イスティンジャを2度繰り返す必要はない。同様に、ガスを吐いたり、死肉を食べたり、排尿、排便せずに眠ったりした場合も、陰部を洗う必要はありません。ウドとは、体の4つの部位すべてに水をかけることです。顔を洗い、一度丁寧に洗うことは必須ですが、2度目と3度目の洗顔は推奨されます。顔の長さは、生え際から髭と顎まで、幅は耳から耳までです。口をすすぎ、鼻で水を嗅ぐことも洗顔に含まれます。スンナ聖常の習慣では、顔を洗う前にまずこれらを行います。一口で水を取り、次に口をすすぎ、鼻で水を嗅ぎます。どちらも一口で行うのが望ましいです。口をすすぎ、鼻で水を嗅ぎ、次に顔を洗います。次に右手を洗い、一度丁寧に洗います。重要なのは、一口でも二口でも、しっかりと洗うことです。左手も同様です。それから水を手に取り、頭の前部から首の後ろまで、洗わずに拭きます。それから、手を元の位置に戻します。これはスンナに記されていることです。どんな方法であれ、完全に拭き取ればそれで十分です。次に、手に残っていた水で耳を拭きます。人差し指を耳の穴に差し込み、親指で耳の外側を拭きます。新しい水は取りません。これは望ましい方法で、ハディースにも記されています。一部の学者は新しい水を取るべきだと言っていますが、これは根拠のない意見です。頭と耳は一つの器官であるため、新しい水は取らないというのが正しい見解です。次に、右足をすねまで洗い、一度、手に一つかみか二つかみの水で覆い、次に左足も同様に洗います。著者、神の慈悲アレイはこう述べています。預言者、彼に平安と祝福アレイは、身を清めることは一度の義務であると説いた。そのため、2回目と3回目の身を清めることが推奨されている。また、知識のある人々は、身を清めることに浪費を嫌い、預言者、彼に平安と祝福あれの行いを逸脱することを嫌ったとも述べています。なぜなら、預言者、彼に平安と祝福あれは3回以上の身を清めなかったからです。彼は1回、2回、3回と回数を交互に繰り返して身を清めました。3回を超える身を清めることは、多くの学者が述べているように、非難されるべきことです。いくつかの伝承には、それ以上の回数の身を清める者は、罪を犯し、法を逸脱し、不正を犯したと記されています。中には、それは禁じられているという説もあります。鼻血などが出た場合は、鼻血や鼻水が止まるまで身を清めてはいけません。まずその部分を洗い、それから身を清めるべきです。グループで祈る場合も同様です。グループで祈る場合は、グループ内で分けて祈るべきですが、グループをブロックしても問題ありません。これはシェイク、アブドゥル、アジズ、リン、アブドラ、アル、ラジヒの教訓の説明でした。神の慈悲がありますように。